んにちは。今日はジャパンキャンピングカーショーに来ました。去年から来たかったのでやっと来れて嬉しいです。今回のキャンピングカーショーは2月の2日から6日の4日間で開催されてます。場所は千葉の幕張メッセでブース5個向かっているので、すごく大きなイベントになってます。入場料が前より1200円、当日チケット、電子チケットが1500円、紙チケットが1800円です。で、入場料の他に車で来る人は当日、1日で1000円かかります。あとは別料金でワンちゃんも一緒に来れるみたいで、いっぱいワンちゃんがいます。かわいいね。今回はトークショーもあるみたいで、芸人さんとかキャンプ好きの芸能人の方も多数来場されているみたいです。去年好評だったアウトドアとキャンピングカーのコンセプトゾーンが今年はパワーアップして再登場しているそうです。その6つのコンセプトゾーンがあるみたいで、アウトドアゾーン、ネクストスタイルゾーン、RV パークアワードゾーン、ツーリズムゾーン、ペットゾーン、マリンゾーンの6つだそうです。で、今回はキャンピングカーの車も見れるけど、そういうコンセプトゾーンとかもいろいろあるので、いっぱい見ていきたいと思います。で、今回は北海道の規模よりやっぱ日本一だから50、60社出店しているみたいで、かなりの大規模なので、ちょっとね、回るのにどのぐらい時間かかるか楽しみですね。あとは入って入場するとこの腕輪をもらえるんだけど、入ってすぐにご自由にお取りくださいのところにこういう地図と裏にこのトークショーのタイムスケジュールが載ってるものがもらえるので、今回はこれを見ながら回っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、入ってすぐに東和モーターズさんがあったので、車も見ていきますか。結構大きいブースだよね。前とこのぐらい大きいの。ポップアップだから。そうだね。ポップアップってやっぱり2列目はこうやって後ろ向くのいいよね。大好きな形だね。しゅんくんがね。きっとね、バンクはね、相変わらず広いですね。これは後ろにもベッドがあるタイプ。上に収納と、電子レンジもある、ここに。次はホワイトハウス。ここも結構大型の車体が多いです。なんかパッと見るんだけど、大型車をポップアップにしてるのが多くて、こういうのもめっちゃ広いよ、こんなか。めっちゃ広い。乗らないでください。もう2列目までは普通の車両で、ここから上は2階。これめっちゃいいよね、じゃあ。2階っていうか。一番しゅんくん欲しいやつ。そうだね、ポップアップだしね。これめっちゃいいね。内装がこういう感じ。オーストリアのカーボンリップスションで、後ろからも見れるし。かっこいいね。ね。これがあれ、ヨーロッパキャンパー。こういうさ、つけたらさ、自分仕様にできますよってさ、好きじゃん。そうですね。ナッツさんですよ。今回ね、ナッツさんかなり大きいブースです。大きいブース。やっぱりさ、ニューモデルから行こうよ。2024年。やっぱりさ、このデュカトのさ、車両がかっこいいよね。白っていうのもさ、車内行きますよ。ここは横のソファーで、入ってすぐ右側に、ここは水道なんだね。で、上にいっぱい収納があって、ベッド。これは2人用ベッドなんだ。階段がある中に。そんな感じです。はい。加藤モーターさんです。
こはさ、すごいさ、あれだよね。なんか木をさ、私たち好みな感じで。そうだね。うん。いいね、ナチュラル。うん。このさ、見て。カーテンレール。なんかさ、シルバニアファミリーみたいな。すごいね、いっぱい座れるね。そうだね。はい。かっこいいね、これ。かわいいよ。いやでもさ、かっこいいね色もまたかっこいいんだよね。これを引っ張ってこうやるともう本当にもうこんな指一本ですけど、もうここを引っ張っておく。あー、簡単なんだ。でこれをこうやって。あー、めっちゃ簡単。へえ。本当だ。私でも超簡単にできる？こっちの方が柔らかい感じ。表と裏変えてるんです。こっちの方が柔らかい。いわゆるくつろいで座ってる時に。あ、そっかそっか、後ろ。しゅんくんの好きなバンテックさんに今日も来ましたよ。好きな形。こっちが水道で、こっちは二口コンロ。こんな感じ。これ男の夢でしょ。エアストリームジャパン。シチューみたいなね。後ろからも入れるし。男の隠れ家だよね。なんか宇宙みたいな。ちょっとよくわかんない。宇宙船みたいな。宇宙船みたいな。このゴールドのさ、パーツセンターっていうところです。あ、ここはね、バンテックの中に入ってるんだね。ポータブルトイレとか、ポータブルトイレとか、ポータブルトイレとか。あとはクリーナーとか。パンも売ってるマックスファンいくら？もう買わないけど。いくらかな？回してこうやってやるところ。これは各種照明です。そうだね。眩しい。すごいよ。洗濯機とかあるのね。本当だね。これは冷たいのもあったかいのもいけるよみたいな。これはそう。これあれでしょ？はい。初めて見るところ。東西アテオさん。そうだね。これは大きいね。クイーンベッドサイズになるんだって展開すれば。すごいね。さあ、結構さ収納はあるよね。そうだね。かっこいいじゃん。でかいよ。でかさ伝わるかな。ああ、相当でかいよね。LAC グループっていうところに来ました。皆さんのあれな。そう。じゃん。俺はちょっと運転したくないもん、こんなの。値段も超かっこいいのにしてる。
ゾン。デザインアワード。ちょっとトヨタのああれが近いとこってすごくない？これでさらによくしちゃう。うわ、すごい広い。2024年の前もかっこいいやん。かっこいい。私はこの壁と天井の感じが好き。かっこいいね。ここはレクビー。黒と黄色っていうね、83色の。これかっこいいよ、でも、ほら。こういう感じで室内を使いつつ、寝るときは広々と。しかもこういう風に前、背もたれにして向き合えるようになったんだよね。オレンジの一線が女の子っぽいね。綺麗だよ。可愛いよね。可愛い。できました。バッテリー全部取ったらうまかった。首長の。超かわいいじゃん。おー。あ、すごいすごい。こんちゃこんちゃ。あ、これは広いね。そうだね。このティピーっていうシリーズがトイファクトリー創業当初からあるモデルで、創業当時の人気も開くところ好きなの。ああいうの多分これが RV パークアワードゾーンとか、あとはこの先にツーリズムゾーン。うんうん。ということで、何時間かけて見てきた？4時間くらい。結構ブースが広かったから、結構早い足では見たんだけど、かなりのボリュームで結構見てきました。長々と。いろんなね、形もあり、面白かったね。こっちの方がやっぱり数があるし、いろんなの見れて楽しいかな。すごいいっぱいあった。そのバンゴンもあれば、ハイエースもあれば、デュカトもあれば、軽バンもあればみたいな。バスコンもあったしね。あ、そうそうそう。内装もね、いろんなのがあったなっていう印象でした。ぜひご興味がある方は幕張まで足を運んでみてください。次回来週は私たちの第2弾キャンピングカーも完成したので、ついにルームツアーを公開します。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では来週もお楽しみに。